実家の仕事が庭を作る仕事をしてたので、当然庭の仕事を継ぐものだと思っていたんですけど、20歳過ぎた頃から、なんか依頼されて作る庭ではなくて、自分の理想的な風景のビジョンがあって、それを作る上ではアーティストになった方が自由だということに気づいて、それから作家になりたいと思うようになりました。庭っていうと、植物とかガーデニングを思い浮かべるかもしれないですけど、本来志願と彼岸の境みたいなところが創作の原点になると思うんで、見たことない彼岸の楽園を作るっていうメディアとしてめちゃくちゃ面白いと思ってますね。でその見たことない楽園の風景を、現実の生きている植物とか水とか生き生きとしたこう生の自然を使って構成するっていう、庭を作るっていう仕事を、結構理想化していたんですけど、そこが作家活動を始めてからずっと一貫しているテーマで、風景に、関わる、風景そのものを作るっていうことを一番理想としています。一番変化があったのはやっぱり海外留学で、最初ドイツに留学しました。でそこで、日本人ですけど藤原誠さんという、石彫家に出会い、海外で活躍している日本人のアーティストにすごく影響を受けました。ベルリンを拠点にしてますけど、ドイツっていうか西洋ですね、西洋圏、ドイツに住んでいて、日本と違うのはなんか世界史とつながってる感じがするんです。シリアとかアフガニスタンとかから移民が大量に来ていて、日々その世界のイシューと触れる、すごく身近に触れることが多分作品を作る上でのリアリティになってると思いますね。それぞれの生い立ちからの経験とか、いろんな個々の物語から作品を作ることではなくて、視野を地上や宇宙に広げたときに、全く人間の感情が関係ない物理法則で、その均衡の中で微妙なバランスの中で存在している、すごく小さな存在として、人間を捉えているので、感情とかを排除したその構造を作品でなんていうか再現する、そういう発想で重力とか、時間っていうのをテーマにしています。初めての個展を、ハノーファーで開いたのが、多分作家活動の最初だと思いますね。でそれは与えられた学校の展覧会とかではなくて、見つけたプロジェクトスペースに自分でプランを持ち込んで交渉して展覧会にこぎつけるっていう、その一連の流れが、2001年ですけど、それが最初の展覧会ですね。その個展で作った作品は粘土を、投げるという作品で、暗闇のトンネルを合板で作って、9メートルぐらいの長さだったと思うんですけど、そこに展覧会のオープニングに来た人が暗闇に向かってそこに用意した土の塊を投げ続けるっていう、参加型の作品があったんですけど、で展覧会に来た人はただ粘土を投げるだけで、その暗闇の中でどんな形になってるとかを見ることができないですね。で展覧会の
最終日に、そのトンネルを解体して中の形を見せるっていう一連の作品だったんですけど、そのプロセスは、僕らの生まれてから死ぬまでのプロセスを、抽象化して彫刻に表してもらうんですけど、その時から投げられて空中をこう飛んでいく、で放物線を描いて飛んでいくその軌跡が、生命の軌跡とを象徴させて作品にするっていう構想なんですけど、そのシリーズを、発展させているのがこの果物を投げるシリーズの「スティルライフ」っていう作品になります。2005年か2006年ぐらいに初めてこの果物を投げるシリーズを始めたんですけども、それは最初に展示したのはイタリアのミラノの、アルテ・ポーベラの、ルチアノ・ファブロのスタジオと長澤秀俊さんって日本人の彫刻家なんですけど、学生時代に尊敬する作家の日本人の作家の一人ですけど、そこのスタジオの地下室で初めてグループ展に呼ばれて果物を投げる作品を提示したんですね。突然この世界の中に投げ込まれて突然消え去る、それをどう表現するかって考えた時に、その果物がその中に種子を含んでいるから、落下して腐敗する、消失することと同時に未来をこう種子として含んでいるっていうその両義性が面白いので、それを空中で止めるっていう。ルーツそれぞれの象徴は意味なくて、色の、抽象的な色の塊としてアブストラクトなコンポジションとして、使ってますね。バニタスっていう、平面作品があるんですけど、それも果物を投げて、作るっていうことは一緒なんですけど、この素材で強化ガラスではなくて真鍮板の間に、投げ入れて、その果物の酸がその真鍮を錆びさせるっていうその軌跡をとどめる作品のシリーズがあります。でそのスティルライフが時間でいうと瞬間だとしたら、バニタスはその経過、痕跡をとどめる作品で、全く違う時間の、見え方が表現できるので、その2つのシリーズはずっと継続しています。作品を発想するときは、一番よくあるのは実際の空間を見て、そこに完成したビジョンを想像できたときにすごくモチベーションが上がって、でまずは、それだけだと妄想なので、まずそのアイデアを、平面に二次元にしてプレゼンテーションするんですけど、でその実現していく前に三次元に模型とか作るんですけど、その中で具体的な物理的な問題が全て現れるので、そこを解決して時間の次元を含んだ作品というかメディアなので、徐々にこう次元を増やしていく、で課題を解決していくっていうことで、実際の現実に存在する作品を作っていくっていうプロセスを取ります。例えばブランデーを使うミッタグっていう作品があるんですけど、ミッタグっていうのはドイツ語で正午っていう意味なんですけど、それは、最初に、作品を作って、そのビジュアルイメージがちょうど、ニーチェの大いなる正午の中に出てくる一節にぴったし合うっていうことを発見して、それからタイトルをミッタグっていうことにしました。だから
最初に作品のイメージがあって、その作っていく中で、ある哲学者の世界観とリンクして、それから作品を通して出会うっていうプロセスで、内容は後からついていく感じです。ものそのものを見せるんではなくて、風景との関係によって成立する作品なので、展示する場所との関係がすごく大事です。空間の内と外を生じさせる境界、そのボーダーがすごく重要な特徴で、その内と外の境界そのものが、その境界を作品化するということによって、実際の、風景を作るのではなくて、物事に接する境界を変える、その見え方を変える作品。国立新美術館の作品は、パリのレコレっていうところで初めて展示したんですけど、でその作品を、日本で展示したいなって思った時に、あの空間を見つけて、プレゼンしに行ったんですね。10年経ってから実現できたって感じです。その空間を見て、自分が確信を持ったプランがあったら、頼まれてなくても完成図まで作って用意してるんですね。風景に介入することを、いろんな国で試みてきましたけど、一時的に展覧会として提示することはやってきたんですけど、一番難しいのはパーマネント、風景そのものになることが理想なので、それを実現する上でいろいろ準備していきたいなと思って